動画をご視聴いただきましてありがとうございます。P ダッシュです。最近よく言葉をいただくのが、練習方法を参考にしてますっていう風にね、いただくんですけれども、今回からね、何回かに分けて、特に効果があった練習法、効率のいい練習法っていうのをお伝えしていこうと思います。で、まず1回目が、脱初心者、正しい視点の置き方、歩き方を身につけるボット打ち練習法ということで、練習方法をお伝えするんですけれども、まずはね、それを教える前に、この練習によって改善してどんなメリットがあるのかっていうのを解説していきます。ということで、正しい視点の置き方を解説するために射撃訓練場に来ました。で、初心者の方でね、多いのが、画面のね、下の方ですかね、地面に視点を置く方がいると思うんですけども、これをすると、右の敵だったり、上の敵、さらにはね、左の敵に対して、上スティックのね、入力っていうのが出てくるので、単純にエイム合わせっていうのが難しくなります。でさらに、このね、上のスティックの入力っていうのが、ミスしてしまうと、こうやってね、足の方に行ったり、さらにはね、股下に弾が飛んで敵に弾が当たらないっていうことも出てきます。でそれをなくすために、一番いいのは胸のあたりにね、視点を置くのがベストです。でこれにする、ここにね、置くことによって、手前の敵であったり、さらにはね、遠距離の敵に対しても、ここはね、右に振るか左に振るかで、エイムが合うようになるので、これだけでもエイム合わせが簡単になります。でさらに、判断スピードっていう意味でも、右か左の2択になるので、そういった意味でもエイムがね、合わせるスピードっていうのは上がってきます。あとはダメージ倍率に関しては、胸のあたり、さらにはね、頭っていうのは一発あたりのダメージが多く入るので、敵を倒すためのね、キルタイムのスピードっていうのも上がってくるので、胸のあたりに視点を置いた方が、地面にね、視点を置くよりも、メリットがあります。それでは正しい歩き方を解説するためにトレーニングファシリティに来ました。この正しい歩き方っていうのは、センターリングの概念ですね。センターリングっていうのは、敵が出てくるであろう位置に、あらかじめ画面の中央を置いておくっていう技術になります。具体的にやっていこうと思います。まずはね、この敵が出てくるであろう位置っていうのは、このドアの位置です。壁からね、敵が出てくるっていうことはもちろんね、ありえないので、ここに置くんじゃなくて、まずは、このドアの位置に置いておくと。で、今度はね、左に行くので、もう左の、この端、ドアの内をなぞるように、中央を置いておきながら歩いていきます。で、敵がいたら、ここで撃つと。この、入ってって、いたじゃなくて、こうやってね、常に右スティックを置いておきながら、見つけた時にはこれね、撃てる状態に。これによって、エイム合わせの難易度も下がりますし、射撃までのね、スピードも上がりますので、撃ち合いに勝ちやすくなるっていう風になります。続けていきます。こっちですね。今度ね、この右に行くので、この壁の縁の向こうが敵がいるかわからないので、ここにね、合わせながらぐーっと回っていくと。で、いなかったってなるので、今度ね、ドアに合わせて。で、今度ね、こういう階段に行く場合は、ここに合わせるんじゃなくて、こうですね。階段上がるときは上を見る。で、降りるときは下を見ながら合わせていく。で、下に降りたらまた水平に戻す。でこれが、基本的なセンターリング技術になります。それでは視点高さの矯正とセンターリングのね、練習をするためのゲームの設定をお伝えしていきます。まずはね、プライベートマッチ開いていただいて、ゲーム設定。まずゲーム設定を、ゲームモードをフリーフォーオール。でマップに関しては、最初はですね、地面がフラットなマップを選ぶ。かつ、そこまでね、遠くない方がいいと思います。狭めのマップですね。なので、今回は、そうですね、ちょうどダサウスがね、センターリングの練習にもいいと思うので、ここを選びます。ゲーム設定に関しては、制限時間がなければ10分でもいいんですけど、前回僕はね、これ MW2 からこの練習やってたんですけども、この練習を最初の1週間30分やって、1週間後にはランクがね、シルバーに行くまでにはなっていたので、最初の1週間ぐらいは30分とかやってもらえると、上達がね、結構早いと思います。スコア上限、マックスにしておいて、マッチ開始もね、早くできるように5秒にしておきます。あとはゲームプレイですね。一応ね、弾薬マックスにしておいて、ヘッドショット限定をオンにします。それであとは、僕はね、パッドコントローラーでの操作になるので、エイムアシストをオフにします。これですね、エイムアシストオフ。
今回の練習っていうのはエイム射撃の練習ではなくて右スティックの操作の練習になるので、本来敵がいないところでの視点移動の練習っていうのがメインになりますので、今回はこれエイムアシストオフでやっていきます。ボットの数を忘れましたが6人ぐらいで難易度ルーキーで、それではフリー4ホールやっていくんですけれども、武器に関しては SMG がおすすめです。アサルトはね、後々でもできるんで SMG でできればアサルトでもできると思います。ではね、こうやってキルしながら、目線ですね、目線を常に壁に置かない、見えたら撃つ、常にねこのレティクルで索敵をするような感覚でやっていってください。はい、ちょっと敵が横移動とかすると合わないこともありますが、最初はねゆっくりでいいんで、撃つっていうよりも常にねこの画面の中央を壁に置かない、慣れてくればねこうやってね当たるようになってくると思います。最初はなかなかね難しいと思いますが、本当にね今ね見て敵が見えたら撃っている感じだと思うんですけれども、全然ねエイムを合わせる感覚っていうかなくやっていますが、見えたら撃つ、こういう感じですね。これで慣れてくればこういう敵が星打ちでもねこうやってねできるようになってくると思います。なんで不意にね正面に敵と鉢合わせた時とかも打ち勝ちやすくなると思うので、これができるようになればだいぶ本当に打ち合い強くなると思います。で比較的近距離で今やってますけれども、これがある程度慣れてきてできるようになれば、次はねハイライズあたりちょっとね中距離の打ち合いもできるようなマップ、中遠距離もこれがねできるようにもうちょっと広いマップでやっていくといいです。でハイライズでもねできるようになったら次はちょっとね地面がデコボコした、そうですねカラチとかねああいうマップでできるようになれば、もうこの練習はしなくてもいいと思うんですけれども、それまでねちょっと練習してもらえればゲーム力ね全然変わってくると思いますので、皆さんぜひやってみてください。ということでね、今回は脱初心者、正しい視点の置き方と歩き方を身につけるボット打ち練習法ということで、紹介したんですけれども、他にもね、多数効率よく上手くなれた練習であったり、YouTube ショートで上げてる練習の、ゲーム画面だけではね伝わらないことっていうのも多々あるので、そういったことをね今後も紹介していきますので、今日の練習法参考になったって方はぜひともね、チャンネル登録、さらには高評価の方もよろしくお願いします。あとはね、いろいろ疑問点ありましたらコメントもいただけるとね、僕もまだまだ、説明がねうまくできないところもありますので、コメントいただけると大変嬉しいです。本日はご視聴ありがとうございました。